皆さんこんにちは。さて皆様覚えていらっしゃるかどうかわからないんですけれども、今こちらに表示しているサムネイルの通り、実は私シビックのタイプ R の方を契約しておりました。長らく納期未定ということで、2026年以降になるんじゃないかみたいな話もディーラーの営業さんからいただいていたんですけれども、この度納期の方がほぼ確定いたしました。今回はこの納期のお話っていうところの他にですね、すでにご承知かもしれませんけれども、このシビックタイプ R のレーシングブラックパッケージについても案内がありました。この件、それから通常の赤内装のシビックタイプ R って結局今後どうなるんですかっていうところ少し気になったので、ディーラーの営業さんとかにも聞いてみた、その結果、そういうところに関して総合的に今回お話の方をしたいなというふうに思います。ちなみにこれディーラーさんに聞いた話というところは、あくまでメーカーの方からディーラーさんの営業さん、ディーラーの反社の方に降りてきた情報、それに基づいて我々にお話しいただけることを伝えていただいたというところですので、基本的にはもうメーカーさんがここまでは出せるみたいな情報として出ているものということで捉えていただければというふうに思います。まず納期の話なんですけれども、契約をした際には納期はもう完全に未定ですということになったんですけれども、昨年とか今年の夏ぐらいまで全く本当動きがなくって、営業さんからはちょっとまだ生産いつできるかっていうのも連絡が来ていません。おそらく2026年中かなっていうような話もありました。今2024年の11月から12月に入るというタイミングなんですけれども、まだ1年以上先かなというふうにずっと思って、ほとんどタイプ R の件も頭の片隅の方に追いやられているような感じだったんですけれども、いきなりですねリーダーの営業さんからお電話がありまして、タイプ R の現状予約を入れている、もう契約ができて予約している方の全体の正常スケジュールがほぼ確定してきたと、2026年春までのこの計画というのが見えてきたと。その中で私の契約したこの9月11日に契約したものですね、これが2025年の2月に製造される予定ですと。でこれ結構角度が高い情報ですというようなお話でして、遅くとも2025年の3月上旬ぐらいにはもう納車できますよというようなご連絡が突然舞い込んできました。これは2026年っていう話を聞いていたんで、1年以上この納期が前倒されるということで、もう聞いた時によっしゃっていう感じになったんですけれども、いや本当苦節長かったなと。2025年3月納車になったとしても契約から2年6ヶ月とかかかったっていうところで、これまでのいろんな車乗ってきましたけれども、契約から納車までの期間が最長の車だなというふうに思っていまして、自分で撮影した動画とかもそうですし、タイプ R に関しての本とかも読み返しながら、これが来るのかっていうことで、さらにワクワク感っていうのがね再燃してきて、早くうちに来ないかなっていうところを今考えているところです。ちなみに当時毎週各ディーラーさんがメーカーさんに発注できる件数っていうのは限られていて、1週間に何件注文書を流せたかみたいな、そんな状態になっていたので、この販売会社さんで何台受注しているのかというところと、あとその販売会社さんに割り当てられている台数とか、そういうところが総合してこの納期決まってくると思うので、同じ9月11日とかこの前後に契約された方でももっと早く納車されている方もいれば、私よりも遅い納車になる方もいらっしゃると思うので、これは反社さんによって変わるというところも踏まえておいていただきたいなというところでございます。続いてがレーシングブラックパッケージの案内に関してなんですけれども、実際この営業さんからお電話いただいたところでもお話があったんですけれども、今現状納車待ちの方に関しては優先してこのレーシングブラックパッケージへのこの契約変更できますよという、こういったご案内をしていますということでした。私のお世話になっている販社さんに関して言うと、12月中旬ぐらいまでに決断をすると、そこの切り替えというところに対応してもらえるという話でした。でここで気になったのが、これレーシングブラックパッケージに変更した時の納期ってどうなるんですかというところなんですが、これはねまだよくわからないというところで、2026年の春頃までは現状の予約されている方の製造スケジュールが出てきているという話なんで、もしかしたらその後に並ぶことになるのかもしれないし、もしくは契約をして待っている方に関してはレーシングブラックパッケージを優先して作ってくれて納車してくれるのかもしれないし、これはわからないということで、
ちょっと不確定な状態ですということでありました。それとこのレーシングブラックパッケージの変更点でどんなところなんですかという話を聞いたんですけれども、エクステリアデザイン、外のデザインは変わりませんと。内装のところがまさにこのレーシングブラックパッケージという通りで、内装の赤のところがことごとくブラックになるという、そういった黒内装になりますよというところで、使われている素材とかが上質になったりとか見た目変わったりということで雰囲気が変わる部分はあるとは思うんですけども、もうそもそも赤から黒になるということで、もう印象がガラッと変わるというような感じになっている。あとは置くだけ充電がつきますよっていう話がありました。内容が少し変わってくるという部分で、これで100万円ぐらい上がるんですよね、価格が。シビックタイプ R に関して言うと、あの内容で500万円切る車両本体価格がすごいっていう話だったところに、100万円乗っかってきて、600万円をちょっと切る590何万円とかそのぐらいの額になるんですよね。つまり乗り出しは600万円台半ばとかまでぐっと上がってきちゃうというところなので、正直この100万円っていうところの部分っていうのは悩ましい部分だなと思っています。でまだこれ検討期間っていうところで今検討中でして、これどうしようかなというところは非常に悩んでいるところです。実際に赤内装っていうところ私好きでして、展示されている車両を見に行って、この内装の赤の凄まじさっていうんですかね、こういったものにも触れて契約したいなっていうことで契約しちゃったっていうのが実情なので、やっぱり赤内装かなと。またタイプ R っていうとやはり赤っていうところ、これが歴代のタイプ R ってもう内装赤っていうところがやはり伝統だと思うので、そういうところから考えると赤かなと。でも実際にいろいろ話を聞いていると、なかなかねブラックパッケージもかっこいい、また渋いっていうんですかね、玄人好みの見た目になってるようなんですよね。そのあたりってちょっと魅力的だなというのも感じていたりして、まだ今ちょっといろいろ検討しているというところですので、このあたりはまた改めてどちらにしたかとか、どういうふうな決断をしたかというのは動画の方でお伝えできればと思っております。レーシングブラックパッケージに関しては来年の1月中旬頃に発表発売されるという話でしたので、その同タイミングでもしかしたら赤内装の通常のものも出るのかなっていうのをちょっと期待をしてちょっとお伺いしてみたんですけれども、未定ですということでありました。いつ再開するのか、本当に再開するのかも含めてこれはよくわからないというようなところかなと思います。タイプ R に関して、私がお世話になっている反社さんに関しては、当時ですね、契約をされますよという方には、一回試乗できますよということで試乗させていただいたということがあるんですけれども、その時の試乗車というか、もしくは展示車とか、そういったものとかって見ることできますかっていうのをちょっと聞いたんですけれども、もう私のお世話になっている反社さんにはもうないということでありまして、青山ウェルカムプラザには今提示されているんですけれども、それ以外のところだとおそらくもうタイプ R 自体を手に触れたりとか見に行けるタイミングっていうのがないっていうのがちょっと正直なところでして、2月また3月の納車までは、どっかで青山ウェルカムプラザに行って、これが来るのか、これが実写が来るんだなっていうところを実際手に触れてみてね、気持ちをね上げていきたいなとかっていうのも感じたというところであります。ということで今回はシビックタイプ R 2022年の9月11日に契約していたこれがですね、納車タイミング決まったというところについて現状のお話の方をさせていただきました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただいたでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チュンチュン TV では今後このシビックタイプ R もそうですし、その他のホンダ車含めて様々な情報を出していければと思いますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。